おはようございます。こんにちは。今日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますは本当にお願いします。どうぞよろしくお願いします。お忙しいですか？はい。めちゃくちゃ忙しいですけど、楽しいです。大丈夫です。もう顔にもう現れてます。楽しさが。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。技術の小池です。よろしくお願いします。よお願いします。ろしくお願いします。お願いします。おのおの普段なんかどういった担当されているんですか？奇跡に関しては本当にエンジニアで、彼女は奇跡の広報をやってるんで、一緒にお仕事をされていてなんかどういった印象をお持ちですか？かなり、ぶっ飛んだ人なんでいい意味でぶっ飛んでるってないよね。大変です。褒めてないよ。そもそもこの、工場自体なんかどういったものを作られている？そうですね。一番多いのは工業用の刃物を作ってますし、種類ですか？はい。もう種類は全部でもう9万種類近くあって、今回撮影する、はい、ちょっと商品を見せていただいてもよろしいですか？はい。日本で初めて作られた超高合金っていう素材を使った包丁、奇跡と言います。はい。どうぞ。なんかどうしてこういったなんかそのレインボーな配色になるんですか？ですね、超高合金という素材にダイヤモンド通して研ぐとこういう輝きになるんですね。これは本当に超高合金の特徴です。はい。他に何か特徴といったことはありますか？そうですね、超高合金っていうのは本当にお札を切ったりするようなところに使われるような合金なんですけど、もう圧倒的な切れ味がまずあるっていうのと、その切れ味がさらに持続するっていう、そういう特徴があるのが超高合金です。はい、超高合金の素材っていうのはまさにこれがまさに塊になってますね。どういうところで使われてるかって言いますと、例えばお札ですね、紙幣を切る刃物に使われたりとかで、あれは本当に国立印刷局っていうところに我々が刃物を収めて、で超高合金っていうものでやってます。これすみません、この紙幣ってなんでこれじゃなきゃダメなんですか？そうですね、まずですね、正確にお札をまっすぐ切らなくちゃいけないということで、超高合金が採用されてますし、ずっと切り続けるので、その切れ味が良いだけじゃなくて、それが持続するというか、ずっと続くようにしなくちゃいけないので、寿命が長いですね。あと切れ味がいいっていうの、この2つが、超高合金の特徴になりますね。すごくポテンシャルが高い材質になりますね。いっぺん持ってみます？はい。重いですね。そうですよ。これ比重が普通の鉄の2倍あるんで、はいはいはい。非常に重いですね。その金ですね。金の延べ棒と一緒です。金の比重と大体たった横幅30センチのものが10キロありますね。10キロ。お前簡単に持って簡単に持って。そんな軽々しく。重たいのに簡単に持って。ステンレスで、これ鉄で。これは超高合金なんですよね。こうやって結構曲がるんですよね。で鉄も同じように結構元気に曲がるんですけど、超高合金ってすごく合成が高いんで、これ超高合金ですけど、もう全然やっても本当に曲がらないんです。これが超高合金がすごく切れ味が良くて、本当に美味しくなる包丁っていう秘密ですね。まっすぐ入るっていうことですね、これが。はい。硬すぎると刃が欠けるっていう可能性もありますんで、やっぱり2年ぐらいかけて本当にこの包丁に合った超高合金の素材の開発も本当に蒲郡にあるここが本当にいろいろ開発してもらって、で我々と一緒に開発してきたので、それにだいぶ時間かかったと思うんですね。はい。ただ本当に加工が難しいんで、日本の中で、誰もこの包丁にすることはできなかったんですけど、やってみてできたんで、そういう包丁ですね、奇跡は。これはちょうど本当にワイヤーカットっていうワイヤーカット放電加工機っていうんですけど、ワイヤーになったのはこれですね、まさに。はい。そうですね、これ 0.25 ミリっていう非常に細いワイヤーカット、真鍮でできてる、実際に超高合金をこれをですね40枚重ねてさっきのワイヤーカットで電気を発しながらやると、最終的にこれ抜け殻の方ですけど、本当にこんな感じで抜ける感じですね。だいたいこれ40枚重ねて全部で10時間かけてやってます。
10時間、 10時間ですね、はい、ここに真鍮がこうありまして、今ちょうど奇跡のこれから、まあ、刀身を形を作ってくる、まあ、そういうところですね。ほんなら動かそうか。一旦じゃあどういう風に動くかだけ見せましょう。一旦このワイヤー線がこのように回っていって走っていって加工するんですけど、加工する際はこのように、これちょうど水が水が溜まるので、水を溜めてないとこのワイヤー線に電気を通して放電させるんですけど、その放電が安定しないんですね。で、水の中ですることによって放電が安定して精度が出るよっていう工程ですね。このワイヤーカット、こう真鍮があって、これがまあ本当にこの製品のところに、まあ、糸のこみたいにこう来るんですね。でそこに、まあ、電気を発すると、まあ、大体7000度から8000度ぐらいですね。太陽の表面温度ぐらいに本当に一部だけがそういう熱になって、で超合金を、まあ、溶かしながら本当に1分間あたりにもう 0.5 ミリとか、0.5 ミリ、本当少し、本当ゆっくりくる。でもなんでそれをやるかっていうと、まあ、これ1000分の1ミリの精度で加工できるんですね。で大体髪の毛が1000分の10、まあ、10ミクロンぐらいなので、1000分の10ですか、1000分の10ミリなんで、そのまたさらに10分の1ぐらいの、精度で、正確に物を切るんですね。でここがやっぱり奇跡で一番重要なところで、ここでしっかり、精度を出しておくと、最終的に100本作って、100本同じ高品質なものを作り出すために、ここ結構一番重要なところなんです。次のご紹介いただく工程というのはどういった？この刃付けの工程、専用機械をちょっとお見せしたいです。はい。さっき正直言うとうまくいかないことっていうかことが多いんで、まあ、それまでになんかこういろいろ工夫してでダメでまたやってダメでで最終的にこうなんかうまくいった時はむちゃくちゃ嬉しいし、お客さんにこれすごいねって言われるとやったーってなるんですごく嬉しいです。はい、楽しい仕事ですね。はい。金沢さんっていう。さっきお話ししましたね。そうです。もともと加工前がこういう板材の状態で来るんですけれども、まあ、機械が左右一つずつあって片面ずつ研磨していくので、まずこれ片面が終わった状態のものですね。で角度が3つついてるんですけども、この一番上の、1ミリ幅ぐらいの後々刃になる部分と、あとその下のこの5ミリ幅ぐらいの部分と、あとこの一番広い面で、まあ、3段こう違う角度ついてそれぞれ違うプログラムでこの片面を完成させます。ちょっと暗いかな。磁石じゃなくてこれ吸盤、ゴムの吸盤がついてて、でここから空気をガーッと吸引して真空状態にしてくっつけるんですけど、空気で吸ってはめてるんです。吸い上げてここのクランプのボタンを押すと今シューって音が聞こえると思うんですけど、これで吸引が始まってるので固定されます。これは何ですか？これは、この箱の中に砥石が今回ってるんですけど、それのモーターですね。これはですね、ダイヤモンド砥石と言いまして、ここに人工ダイヤがあります。このキラキラしたやつがそうですね、見えますかね。これがまあ人工ダイヤがこう砥石に装着してまして、これで、超合金の包丁の奇跡の刃付けを行ってます。はい、これなんかダイヤじゃなきゃいけないっていう理由って何かある？そうですね、超合金って非常に硬いものですから、でこれを超合金を研ぐには、まあ、ダイヤモンド砥石が一番適してます。はい、このダイヤモンド砥石の開発ももう1年以上かけて、これは
砥石屋さんとにいろんな配合をお願いして、でどうやったらこううまく研げたりとか、それから表面がキラキラなるような、そういうのでこのダイヤモンド砥石一番適しているということになりますね。はい。圭介さんはめっちゃ元気だなって思います。そんなに若手じゃなくてもこう経験積んだ中でもまだ新しいことをこうやっていきたいっていうなんかパッションみたいなのがあるのかなっていうのはすごい感じます。次の工程はですね、実際にはこの部分になるんですけど、木絵のハンドルの木絵の部分の加工、五軸マシニングセンターというもので加工するところに行きたいと思います。だんだん顔の表情の硬さが溶けてきた。溶けてきた。最初硬かったですね、多分ね。最初からお二方はなんか落ち着いてんだよね、みんな。いや上司が気持ちよくいじられてるのを見ると自分の緊張は解けてきます。おい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 。ねえ小池さん。じゃあこっちです。はい。こっちになりますね。はい。これロボットで動いてますんで、24時間回す。そうなってますね。はい。山桜は本当に一番人気ですね。で水菜なんかはお酒とかのウイスキーとかの樽にも使われるんで結構男性好まれた。でブナはこう家庭の例えば白いキッチンとかだったらこういう白いブナが似合うかなってことで女性が割と人気ある感じですね。はい。ハンドルになる部分っていうのは岐阜県産の天然木を使ってます。やっぱり林業の方が山もメンテナンスをしてくれるんですよね。植林をしてくれたりとか、そうすると山が守られて災害が少なくなったり山が豊かになると、綺麗な水が
川に流れ込みますので、林業の方が生計っていうか生活できないと林業の方辞めちゃいますっていうことなので、できればこの岐阜県産日本産の木を使って林業の方が生計して生きていけるようにするというのが我々木杉にとって重要な役割だと思ってますね。はい、これから精密に検査する場所に行きたいと思います。はい、この会社で初めて出会ったのか。会社で初めてですね。走ってます20年近い20年近いこれだけ一緒に仕事してるんで、これで一人でやると孤独になるじゃないですか。ですけど何かとすぐにどうっていうふうにちょっとこう一緒に考えるんで、だから楽しくやってて見つめ合ってますけどまあいやでも嫁より一緒に長い時間いたんでその関係性でいうとなんかアクセルであり、ブレーキでありみたいな、なんかそういったなんかバランスなんでしょうか。僕のブレーキ多分効かないんでそうですねこっちがもう本当に踏みっぱなしなんでそうですねアクセル踏みっぱなしのこのこぼれたところうまく多分フォローしてくれてるっていうのはすごく感じますね。はい、VR っていう検査機になって光を当てて非接触でこのものを測定することができるっていう機械になる。実際の測定はこちらの 3D 画像の方、こちらで確認します。コンマ123、すごい細かいですね。そうですね、はい、100分の1まで測定できるので、まあそうですね、これが高さを表しているので、下から階層としてだんだん高くなっていって、マスターのデータがあって、この作られた包丁っていうのが、合致してるよっていうことを、その差を確認して、そこから、外れてたら、それなぜ外れたのかとかっていうことを確認しながら進めていくっていう形ですね。刃物なので、刃先にこう触って測定をすると、どうしても刃先にダメージがあったりだとかっていうことがあるんで、非接触で測れるっていうのが一つの強みですね。あ、すまん。すいません、お願いします。雰囲気もいいし、古民家の感じがいいですよね。いいですよね。風情感じる。ありがとうございます。着きました。いらっしゃいませ。こんにちは、どうもよろしくお願いします。どうもはいお待ちしておりました。ありがとうございますはい、どうぞこちらでございます。はい、どうぞ。結構お久しぶりなんですか。そんなもんないですよ。結構でもね、頻繁に来てますね。はいい、つも。はい。どうぞこちらご用意しておきました。はい。ああ、めちゃくちゃ腹減ってます。本当に。最初はね、お客様っていうか家族で来てくださっとって奇跡の包丁というものを作るっていうことに関してモニタリングをやってもらえないかと。ちょうどね、その料理を作ってるうちの娘が4人が包丁を探してたんですよ。包丁のいい包丁が欲しいっていうことでずーっと探してた。あともう一つはその首が腱鞘炎になっちゃうんで、野菜を切りすぎてで
なんか持った時に軽くってすごく切れ味がいい包丁をっていうことで何本も買って、それでも合わない合わないって言って整形外科に通って注射を打ってもらって料理を作ってるっていう状態だったんです。ひょっとして合うかもわからんのでやってみたらっていう話をしてやらさせていただいた。あ、長女です。はい。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは何で使う用の玉ねぎですか？ハンバーグです。わかりますか？力入れなくていいんで。みじん切りした後の玉ねぎがちゃんと四角になっているというのがすごく気に入っています。角が尖ってそう形が崩れていない。そうなんですよ。目痛くないじゃないですか。いや、それ感じたんですよ。ですよね。玉ねぎ切っても目は痛くなりません。これも力入れずに吸って。柔らかく火の通したものもスッと切れるっていうのが気に入ってます。なんかお願いします。はい。あとも。この上の数を数えてもらうと今日は30種類くらいのお野菜の仕事。はい。ハンバーグの中には小麦粉と卵は使ってなくて野菜でつないであるんで。はい、どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。はい、ヒレカツの料理についてくるサラダでございます。どうぞ。このわさび菜もきゅうりも、それからこのカブラディッシュも今朝取りたてです。それに増して奇跡の包丁で切るんで、また旨味がギュッと凝縮されて。旨味がギュッて凝縮される理由って何ですか？断面図がものすごく違うんですよね。普通の包丁で切った包丁と、それから奇跡の包丁で切る包丁とは全然違って、切れ味が違うっていうことは中身をギュッと凝縮してお水っていうかすごい野菜の水分がぶわーっと湧き出てくるんです。はい。だから本当に旨味があって美味しいです。召し上がってください。嬉しいですね。改めてこう。いやもう本当にめちゃくちゃ嬉しい。野菜の大根とかそういうのも。娘と私は普通の包丁で切り、娘が奇跡の包丁で切ってその大根を炊いておでんにして食べた時に大根の味が全然違う、2人とも目と目をこう違うよね、どう思うってで奇跡の包丁で切ったのが生だけじゃなくって炊いた煮物お野菜でも通用するんやねっていう話をしてただ煮込んでもうまみが出てかないんですよね。東京の三田にある大石ってところで、はい、本当にまあ味覚センサーというか科学的にうちの切った包丁が、その細胞を潰さなくて、で苦味成分が出てこなくて、素材本来のこの旨味とか、それから甘みとか、苦味を抑えられるっていうのは分かったんですけど、これでもね科学的だけだから、なんかこうしっくりこなかったんですけど、こう実際にこう料理人側が言われると、本当になんかこう、いや私たちも初めの半信半疑でやってみようかっていう、ただそんだけの気持ちやったんやけど、あまりにも違うんで、もう全然違うねって。だから生のお野菜が嫌いな子供が美味しいって食べてくれるようになったっていうのが事実。
小学校6年生、今中学校入ったんだけど、その子が一切野菜食べなかったのに、うちの子も野菜食べてから、それで買われた包丁を買われて、もう毎日食べてますって。人参であろうと何であろうと生で食べてます。あ、奇跡を買ってくれた。そうそうそう。だから子供さんが一番よくわかるんじゃないかな。子供さんと病人、病気されてて体の調子が悪い人が一番よくわかると思う。とにかくうちの娘でハンバーグの中に入ってるお野菜を全部手切りできるんですよ、だから何千回と切る毎日使うんですよね、こうやってバンバンバンで、いつもここに検証に来て、あ、首が回らん、首が回らん、で医者行ってる、あって医者行って注射打ってもらってっていう状況がずっと続いてたのに、今行かない。そのくらい軽い、楽なんだって。これやっぱり野菜とかってこの包丁だからここが違うっていうポイントってありますか？表面が水に濡らしたわけじゃないのにツヤツヤするのは繊維を壊さずに切るので、中に水分を閉じ込めるのでみずみずしく切れます。舌触りもいいし、食べた時の味ももちろん違います。野菜の水分量とかも多分絶対違うと思う。これはもうお肉もやっぱ野菜と同じように繊維を壊さずに切るので、サクッと切って、わかりますか？わかりますか？ああ、確かに本当に滑らかですね。そうですよ。表面がその包丁もそんなに動かさずに切れるんで、表面が綺麗だと水分も閉じ込めてくれて、そうですね。お肉の水分も閉じ込めてくれて、そしたらお肉がどうなるんですかね。よりジューシー、ヒレカツカツ揚げてもジューシーに揚がると思います。余計な水分出てこないんで、衣もサクッと揚がります。はい、どうも。和田さん、火ください。和田さん。ご飯にバウンドさせた。衣の音がここまで聞こえてきました。サクサクって。よかった。はい。本当に野菜の甘さとかが逃げずにちゃんとハンバーグの中に閉じ込められてて、食べた時に本当野菜の美味しさっていうのがぶわっと広がるのが一番実感できるんじゃないかなっていうのが私の感想ですね。下手くそだなーって、なんかもうだって美味しいしか感想が出てこない。なんで好きって言われても好きだから。好きだから肉の表面がツヤツヤだけど、揚げた時に水分が出てるのですか？これを思い出した。これすごいすごい覚えてる。このノートはその包丁をお借りした時に気づいたことを書こうと思って作ったノートです。ちょこちょこっとこうアンケート書く程度のものを持ってって、はいこれに書くだけでよかったんですけど、まあ、これで終わらなかったと思ったらこれじゃ書き足りねえっていうか書ききれない。そうですね。そうなんか適当。めっちゃうまかったっていいですよね。キャベツに千切り嬉しいですね。いや嬉しいですね、本当に。あとなんかハンバーグのさっきの玉ねぎのみじん切りのやつも言葉じゃ伝わらないなと思って写真に残したり。ですか。低温でじっくり炒めても粒がしっかりしている。懐かしいね。懐かしいですね。そうでここでさ角度変あわったんですよ。角度変わったんですよね。2回目の包丁が来た時なんですよこれ。これすごく覚えてますね。角度を変えて持ってったんですね。これじゃないってこれじゃない。これは違うって言ったやつ。だって本当にすごい包丁来ちゃったんで、
包丁に対して失礼に当たるじゃないですか。だって今までよく切れますよとかいろんな包丁それなりに使ってきたけど本当になかったんですよ、これっていうのが。そしたらこれっていうの来ちゃったもんでこれは答えなきゃっていう、楽しかったんですよ。そして何よりも次何切ろうとか、それが本当にうちの娘にとっては奇跡であると、奇跡みたいな包丁やっていう話からね、そういう話どんどんそういったなんかストーリーがあってのこの包丁のブランド名が。そうですね。もうめちゃくちゃよく切れますよって、で奇跡の包丁だねっていうのを言っていただいて、その時候補に奇跡っていう名前が、5個ぐらいのうちの1個に残ってたんですよね。それでもうやっぱりこれはもう奇跡って名前にしようっていうのが、これで決まったって感じですね。そうなんですね。でも奇跡って包丁が形になった時の嬉しさっていうのはね、自分たちの方が嬉しかったもんね。そうそうそう。福田浜野さん以上にうちの方が嬉しかったっていうか。泣いていいですか？始まってます。お疲れ様です。昨日ごちそうさまでした。いえ、こちらこそ。ありがとうございます。今日奇跡ツアーっていうのがありますので、一般のお客さんが見えて、それで工場見学するっていう感じですね。はい。緊張っていうよりも本当にお客さんが来るんでちゃんとしないといけないなっていう気持ちにはなりますね。はい。本当に喜んでもらえるかなっていうそういう気持ちで入るんで、だからちょっとこういろいろ考えるとぐるぐる汗が吹き出てくるみたいな。私がツアーは付きっきりでご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。この刃だけを我々の刃が超合金がついてますので、この部分ですね。完璧じゃないですか。両手でね。そうですね。はい、OK です。ありがとうございます。はい。これだけでも気持ちいいもんね。そうなんです。全然違いますから。下と違います。本当だ、少し滑る。はい、どうぞどうぞ。じゃあ進んでいきますね。大きい機械右にはいろんな種類並んでおります。ここまで進みますね。その中に台座がありまして、その台座このパソコンの中にありがとうございます。おーいい反応ですね。2倍の非常順番に台の方を振っております。24時間回さんとくらいなんで、大体お金にして30万から40万を説明したいこと全部言わないでもらっていいですか？かかるね。それ先ほどいや今日なんか調子良くないな、自分のトークあんまなんか綺麗にいってないなって、もっといい表現あるなってめちゃめちゃ反省するんですけど、やりすぎてるから麻痺してくるんですよ。これ普通だよなみたいな、もっとうまくできるけどうまいのって何なんだろうみたいな。包丁の方で例えば 3D にもできるんですけど、 3D になると非常に薄いってこともあって、傾けてもすごい薄いんで、このなんていうんですか、見づらい、動いて測定してちょっと面白いみたいな、なんかそういうのを体験してほしいので、 3D 画像にするのはある程度厚みがある方が分かりやすいので、指とか小銭とかペンとかを、でも本当この3つめっちゃ飽きちゃったんで、なんか面白いの測定できないかな、キーホルダーとかキャラクターもののなんかないかなってすごく考えます。ここからちょっと地声でいきますね。ありますか？あ、いいですか、お借りして。ありがとうございます。じゃあちょっと猫ちゃんお借りしますね。じゃあ顔がついてる方にします。今が、これちょっと回すとこうやって、そうなんです。傾けて測ることができます。もちろん目のへこんでる模様のところとかもしっかり取ることができます。はい、以上で工場見学自体は終わりなんですけど、いよいよお待ちかねの体験のコーナーに参ります。こっちでまず包丁の体験の方を
皆さんにしていただこうかなと思っております。すごいもう上下だけです。上下だけ。これもうスルスル滑る包丁が自分で動くみたいちょっと滑らせる。それでいきますな。確かに待ち遠しいですね。人参とかも溶けちゃう。私がまるですごい達人みたいな、達人になりますよね。めっちゃ食べたい。トマトの皮ってめちゃくちゃそうですよ。すごい。ちょっと待って、こうやって切って。確かにこのぐちゅぐちゅが出ない。全然違う。トマトって一番ストレスなんですよ。トマトの顔む。表面やっぱり違うんですか。信じられないです。私ここガタガタになるんですよ。家の包丁で。綺麗ですよね。それなんですよ。処理が木目自体にちゃんと重りを入れていて重心をハンドルの方に持ってるので、プレートだけ持つより断然軽く扱っていただけてるのがポイントになります。こういう感じなんです。こんな薄くスーッと手切ったら。あ、本当上下だけ。ほんまやな。ほんま全然力が。こういう感じでこう自分でこう固めるんで、まあ慣れればできるんですけど、これがあると本当になんていうんですかね、何も考えなくていいっていうか、こうこれはとても本当にここをよそ見してここにできるっていう状況なので、はい。やっぱあるだけで全然。全然違うみたい。何にもない石でこう固定してやるのはそれなりに難しいですよね。はい、そうですね。はい、してもらって、あ、もういい音してます。もちろん、はい、それでも大丈夫ですし、ちょっと45度ぐらいでもいいです。あ、そのぐらいの方がいいですね。あ、完璧です。ご経験あるんですか。ありますよね。ないですね。ないです。ないです。ないんですよ。ないです。どちらからお越しなんですか。ほぼ地元。実際こうツアーを通してどうでしたか。やっぱりお料理作るのは切れ味が一番大切じゃないですか。あれ持ってるとどんどんお料理したくなる。何か切りたくなっちゃう。こう切れ味やっぱ違いました。全然違うよね。あの切れ味が絶対欲しい。やっぱこう包丁が勝手に動くというか勝手に走るみたいな、自分で切るっていうより包丁が勝手に切るみたいな。実際にこうトマトとか。そうだからもう早く注文機をするつもりですから。一番白っぽいのは何だって。ブナです。ブナです。ブナにします。はい、ありがとうございます。注文書です。早速。はい。私やっぱり一番人参が感動するんで、切った時の断面ね、綺麗だよね。食感が変わるっていうのが実際あれを食べてみたいと思う。そう食べてみたいね。最後にすみません、ツアー自体なんかここ面白かったなっていう感想ありますか。いや、ここまで見せてもらえるのかってところがやっぱり、すごい面白いし、こんだけ工程を見れて最後体験ができるので、なんかこうやっぱ欲しくなりますよね。はい、でこうなんか思いがやっぱり分かるので、こんだけ何かこうなんでしょうね、工業用刃物を作ってるところが作った包丁っていう、なんかそこの凄さも分かりますし、なんかこう精密に一本一本大事に作られたものって買っちゃいましたね。なんかこうエンジニア職ってなかなかこうお客さんとダイレクトに関わる機会ってないんですけど、こういった機会って特別に感じますか。お客さんと会ったりすると本当になんかまた気持ちが新たに頑張ろうってなるので、それが一番大きいですね。で、またこれもいいサービスしよう、いい開発しようって気になるので、やっぱり笑顔をもらえるとまた頑張ろうなので、本当になんかこうエネルギーをもらうために来てるみたいなところはありますね。はい。本当に今まで会ってこなかった人たちとこうやって出会うこともできて、本当に今まで物を作っても僕らはもう全く良かったなんてことは聞いたことがないんですけど、やはりこうやってお客さんから直接、良かったよって言ってもらえるっていうのはすごい嬉しいですね。今なかなか俺ら顔ちけ感じだと思いながらどういう距離感がいいのか。あんまり離れすぎると良くないから思いながら、なんだ俺ら付き合ってんのかなみたいなドキドキします。今年の9月で4年目になります。仕事をしていく上で大事にしてるのってやっぱり自分が楽しいかどうかってなんかやる気にすごいつながっていて、それを一番感じれるのが誰かが喜んでる姿っていうのを
間近で見れる立場の仕事をしたいなって思ってたんですけど、その機会が今回のツアーのガイドっていう役割でした。この立場を与えてくれた、本人には言わないですけど照れくさいから上司、その圭介さんと小池さんと、あとこんな私を採用してくれた会社には貢献したいなって。そんな福田さんに対して何か思うこと、感じること、リスペクトするところっていっぱいあると思います。ただ言葉に起こせてないだけで、こう好きなことにすごく集中してもう突き進んでいく。でそれに私たちは待ってって追っかけてるみたいな置いてかないでよみたいな感じでついてってるような感じなんですけど、決して振り返らないってことをしないんですよ。ちゃんとついてきてくれてるかなって振り返ってくれるタイミングがあるんでいいんですよ。ガンガン一人で進んでいくタイプではないんで、やっぱりちゃんと相談とかこうやって会議とかっていうのもしてくれて、意見交流をしようとかっていう場を設けてくれてるので、圭介さん自体がもう良くなるんだったらどんな意見でもウェルカムだからっていう姿勢でいてくれるから本気の剛速球投げている。その懐が本当に広くて深いなっていうのは一番私のリスペクトできるで、そういう上司というか先輩になりたいなっていうのは思います。そういうところはなりたい姿の一個としてあります。圭介さん、はい、ありがとうございました。もう絶対見られたくないこれお願いします。お願いします。もう24年5年目25年目って感じですね。はい。圭介さんが本当に一生懸命頑張る人で、このいろんな人が圭介さんを頼ってより仕事が増えて、頼まれたらもう嫌とは言えない性格、それを全部答えようとする人だったんですね。で僕はじゃあそんな圭介さんを誰かが助けないといけないよねって思ってて、助けるっていうことを、やってきた、今僕が頑張れてるところ、長く続けられてるところかなとは思いますね。どうして助けようって思えたのかなっていう、助けないっていう選択肢ももしかしたらあったかもしれない。ただ助けようと思ったら、そこはなんか福田さんに対して魅力があったのか、他に理由があったのか。僕自身が、自分のために頑張るっていうことがもう無理な人間なんですね。自分がやりたいことをやるっていうことだったりとかってことが、なかなか飽き性でもあるんで長く続かないですし、人のためにっていうことでしか、頑張れない人間なので、やっぱり頑張ってない人のために頑張るはなかなか難しくてでそれがやっぱり、僕の中で一番分かりやすかったのが、圭介さんが一番頑張ってて、その頑張ってる人のために自分が頑張るっていうことが、クレームとかがあった時に誰もそれを謝りに行ってっていうのはやりたくないんですよね。けどそれをじゃあもう圭介さんはもう自分から首を突っ込んで、クレームが起きたところで、自分で行って、謝るっていう。でこれをどう処理するか、で今後どうつなげていくかっていう、そういう誰もやりたがらないことを率先してやる。すごい苦しい思いをしながらもそういうことをやる。そういうことがあって自分自身はやっぱり圭介さんのために頑張るっていうのがより自然なことっていうかなっていう感じですね。この奇跡の商品っていうところで、そもそもどういった過程を経て奇跡っていう包丁が生まれたのかなと。そうですね。一般消費者にどうしても開発したくなんてムズムズしちゃって、それはなんでかっていうと、本当に一般のその会社に開発したものってそこで評価されるかもしれませんけど、やっぱり世の中に評価されてる感じはしなくて、より本当にたくさんの人、本当に大きなことを言うと世界の人が知ってもらえるような、そういう開発をやっぱりエンジニアとしてはやってみたいなっていうふうに思いましたね。やっぱりそもそも誰もやったことがないこと、エンジニアとして誰もやったことないことをやってみたいなっていうふうに言ってくれたのでよしやろうっていうことで、彫刻合金っていう
材質を使った包丁っていうのは世の中にないので、これをぜひやろうということが、決定しましたね。はい、すごい仕事を楽しんでいるっていうところが、そうですね、はい、本当に、愛知県のある自動車会社行った時にその上司が「福田どうしてやるなら楽しくやった方がいいよ」って、ね、言われて、その時は全然分からなかったんですけど、ある切削工具があったんですけど、その開発のやつが、割れてしまって、でそしたら製造現場の組長さんに呼びつけられて、本当にどしかられて「お前何してくれるんだ」ってすごく怒られたんですけど、トイレに入って僕あんまり泣いたりしないですけど、本当ツーッとこう涙が出てきました。でその時に初めて上司が僕がその車会社に行く前に言われたその「福田どうせやるなら楽しくやった方がいいぞ」っていうことを言われたのを思い出して、でその後にああそうかと思って、ああどうせやるなら楽しくやりたいなと思うようになりましたね。やっぱり仕事が楽しくてしょうがないのはもう何倍も言っちゃいますけど、仲間のおかげです。はい。僕結構暴走するので、いろんなことを急にやりだすっていうじゃないですか。自分がその一緒にやる仲間だったらどこまでできるかなってわからないんですけど、彼らは本当に一緒にやってくれるので、ついてくるってまた違いますね。なんか私リーダーっていうよりもなんか一緒の仲間としてやってるって感覚が強いので、でも本当に今は熱が揃ってて、なんとかみんなこれを成功させたいっていう気持ちは全員一緒なので、はい、その仲間に対してこうメッセージを、本当にありがとうですね。本当にありがとうです。本当にありがとうですね。真剣にありがとうっていう気持ちが、本当みんなですね。本当に会社の仲間全員がもう感謝しかないですね。本当に協力的で、本当にこの場を借りてありがとうっていう気持ちを伝えたいですね。はい。ありがとうそんな感じですね。はい。